はい。それでは今回は整数分野合同方程式パート2ということで解説をしていきます。例えば 23x 合同7ですね。これを合同式の性質などを用いて x の係数を1にして解いていく。あるいは x2 乗合同1ですね。この二次式の方で、答えを導く。それから不定方程式に対しての合同式の応用ということを説明していきたいと思います。まずは合同式の定義から確認をしていきましょう。m で割った時の余りが同じ時に a 合同 b このように表すんでしたね。a 合同 b モド m と書きました。で、余りが同じということは引いた時に m の倍数になるということで、この赤い枠の方で定義してもよかったんですね。それから合同式の性質です。このように3つありましたよ。ね、和、差、それから積、それからそれの応用バージョンである n 乗ですね。この3つがありました。で、割り算に関しては、条件によってやり方が違うので、注意が必要でしたね。では、割り算について話をしていきましょう。はい、割り算に関しては2つの対応の仕方がありました。1つは A と M が互いに素であるとき、もう1つは互いに素でないときです。ね、まずは左側から言ってみたいと思います。例えばこの例題ですね、5x 合同15モド12っていう式が書いてあったとしますね。そしたら、これ5と15なんで、両方とも5の倍数。だから、できれば5で割りたいんですよね。だけれども、まずは確認が必要です。5と12、これ互いに素ですよね。ということは、こちら ax 合同 ay で、こちらの a と m が互いに素ということになりますので、この場合は、この両辺を a で割った形、x 合同 y の形に書き換えても良いということだったんですね。なので、こちらも5と12が互いに素なのでという言葉を入れてくださいね。で、入れた上で、両辺を5で、約分した形を取ってやって、x 合同3モード12と書くことができます。それでは右側いきますね。互いに素ではない場合。例えば、この式ですね。3x 合同9モード12。この場合、やはり3と9なんで、両辺3で割れたら割りたいんですね。だけれども、こちらの3と12、これを見ると、これは、互いに素ではないですね。最大公約数を1より大きい最大公約数を持っています。で、それは何かというと、この場合は3なんですよね。はい。で、最大公約数を持つ場合は、割れるんですけれどもね、x 合同 y の形にこの両辺を a で割れるんですが、このモードの横に来る数字、こちらも割らなければいけません。なので、この場合は、ね、3と12の最大公約数が3なので、全部3で割って、x 合同3モード4の形に変形することになります。ですから、この場合は、モード12の形に直したときに、まあ、4ずつ増やしてやればいいんですね。これ、4で割った3余る数ですよということですから、12で割った場合は、3、7、11が、4で割ると3余る数として該当しますよね。なので、この3つが答えとなります。定義、定理、公式を確認した上で、今度はね、いろんな問題を解いていきましょう。合同方程式のパート1では3通りの解き方を示しました。今回はその中でも x の係数が1になるような式変形を用いて解いていきたいと思います。パート1で示した3つ目の解法ですね。はい、では、括弧1番からやっていきますよ。23x 合同4モード5です。じゃあ、この式の x の係数を1にしていくわけですが、まずやることはですね、こちらの 23x、
これは大きいですよね。モード5の5よりも大きいです。そしたら、23x の中に5の倍数があるわけですね。20x って5で割り切れるじゃないですか。もちろん今 x は整数が入るものとして考えてますから。ということは割り切れる部分は無視していいわけです。今、余りが何になるかだけ考えているので、余りが0になる部分は無視していいんですね。なので、3x、こちらだけを考えればよいと。0でない余りが出るとしたら 3x からだということで、3x 合同4というふうにします。そして次にどうするかということですが、まずはね、こちらの公式思い出しましょうね。こちらの特に2番、AC 合同 BD、同じ余りを持つ数であればかけていいんですよね。はい、なので、これ両辺を2倍します。5で割って2余る数ですね。だから2と2を両辺にかけてやるんですね。はい、両辺を2倍しますよ。だから C イコール2、D イコール2ということですからね。そうすると 6x 合同8。で、どうするか。この 6x ですけど、やっぱり5の倍数入ってますね。あと8の中にも5の倍数入ってますね。その5の倍数の部分は、割り切れるので、取り除きましょう。したがって、6x 合同8をこのように書き換えて 5x と5の部分は取り除く。これで、はい、x 合同3という式が出てきたんですね。つまり、括弧1番 23x 合同4となるような x というのは5で割ると3余る数なんだということですね。はい、では2番に行きます。まず最初にやること、同じですね。7の倍数を両辺から削り取りましょう。はい。まずは 28x プラス 3x、それから19は14足す5と分けてやります。そうすると、こちらね、28x と14は7の倍数で、7で割り切れるので、ねもし0でない余りが出るとしたら、この 3x と5の部分なんですよね。なので、そちらだけ残します。はい、じゃあ、この式をどうするか。7なんですね。なので、両辺を10倍してやるんですね。そうすると、はい、30x 合同50ということですよ。ちなみにこの10倍ですから、10って C と D が10ということですからね。だから、ここに10が来るんですよ。だから 10A 合同 10B ということですからね。それがここに10をかけた形がこれだということですからね。はい、そうすると、もうこれで作れますね。つまり、こちらの式からこちらの式を引いてやればいいですよね。はい、1番、2番としてやって、31x 合同19、こちらが A 合同 B。ね、で、こちら2番の式が C 合同 D に対応すると考えれば、こちらの公式が使えるわけですね。なので、辺辺引いてやるってことです。つまり、1-2で、x 合同マイナス31となります。こちらで x の係数はね、1になったんですけれども、こちらがちょっと7よりも大きいですね。で、余りは割る数の絶対値より小さくしましょうという、暗黙の了解みたいなものがありましたよね。できれば正の整数の方が一般的かなということで、はい、マイナス31と合同なものは、その7の倍数の35を加えた4ですね。これと余りが同じということですね。マイナス31を7で割っても、4を7で割っても余りが4ということで、はい、x 合同4、これが答えということになります。はい、では、括弧3番です。30x 合同1、モード7。まずは最初に考えるのは今までと一緒で、7よりも大きい整数 30x ですね。これ7の倍数が入ってますので、
その分は削り取りましょう。ということで、2x ですね。28x は7で割り切れますから、余り0なので気にしなくてよいということで、2x の部分を気にしましょうということで、はい、2x 合同1模動7と書き換えることができます。で、この後ね、どうやるかということなんですが、括弧2番であれば、そうやって作った式をね、10倍して、で、最初の式から引いてやることで、ね、x の係数を1にすることができました。だけど、これはそうはいかないですね。丸1番、これを仮に15倍したとしても、30x と全く同じものが出てきてしまいますから、消えちゃうんですね、x がね。で、それはまずいんですね。x が1個だけ残るようにしたい。はい。じゃあ、どうしたらいいのかということで、この丸1番の式を工夫して、2つの合同式を作るんですね。で、ちょうど x の係数の差が1になるように作るんですよ。まずは、この場合であればどういうふうにしてできるかっていうと、これ、丸1の左辺を 7x ずらす。わかりますか？30x を 28x ずらして 2x にしたんですよね、こちら。ね。だからそれをあえて、7x 増やすんです。割り切れる分を増やすので、余りは変わらないんですよね。はい。ということで、9x 合同1ということにします。もう一回言いますが、7x を7で割った余りも、9x を7で割った余りも同じですからね。はい。そして次にどうするかというと、今度は、両辺を4倍するんですね。この2を4倍してやると出てくるのは 8x じゃないですか。ということは、これで、引いた場合、x だけ残りますよね。丸2から 8x を引いてやれば。ということで、はい。丸2引く丸3をその後でやってやればよい。はい。では、丸3の式を作りましょう。丸 1×4 で 8x 合同4となります。で、先ほど考えたように、丸2引く丸3ということで、辺辺引いてやって、x 合同マイナス3ということなんですね。これで終わっても間違いとまでは言わないのかもしれませんけれども、慣習的に、こちらね、に最後来る数は、モードのこの割る数よりは、絶対値が小さい数で、できれば正の数に収めようというね、習慣がありますので、こちらね、マイナス3は7加えて4、ね、x 合同4の形に直して終わることにしましょう。はい、では4番です。この4番は1、2、3と何が違うかというと、このモド41、割る数がすごく大きいんですよね。この時にどうするかということですが、とりあえずね、これを丸1番と置いて、これを2倍してやるんですね。だからそうすれば、x の係数が23が41よりも大きくなるじゃないですか。46ですもんね。で、この後何してやるかっていうと、大きくしておきながら削るわけですよ。41x が 46x の中に入っているんで、46x から 41x を引いてやって 5x 合同14としてやります。で、どうするか。慣れないとね、なかなかこんなスラスラは出てこないと思うんですけれども、これ 5x ですから9倍してやればね、45x なんで 46x との差は x になりますね。ということで、9倍するんです。なんかね、いろいろいじってややこしいですけれどもね。はい、45x 合同126、14×9 で126と出てきます。で、この126ですけれども、ね、モド41なんで、これ41の倍数だけ削ってやることができますね。これは123、41×3 で123が、この中に126の中に含まれてますので、126-123で3と
置き換えることができます。つまり 45x 合同3をこちら、丸4番と置いたときに、丸2から丸4を引いてやればいいんですよね。ということで、x 合同11、モード41と出てきました。例の6番です。今度は2乗がついてます。2乗がついている二次式の合同方程式ということですね。で、先ほどまでの一次の合同方程式とはちょっとね、発想が違いますので、注意してください。まずね、何してやるかというと、これ両辺から1引くんですね。で、次にこの左辺、この左辺を因数分解します。そうしてやると、これ合同0なので、こちらの x-1×x プラス1、これは17の倍数であるということなんですね。だって17で割ると余りが0なんですから。ね。17の倍数。で、17は素数ですから、ということは整数と整数をかけて17の倍数になるということなんで、17は分けることができません。分解できませんね。素数ですから。だからどっちかに17が丸ごと約数として入ってるはずなんですね。もちろん両方入ってもいいんですけれどもね。はい。ということで、x-1 かまたは x プラス1のいずれかが17の倍数。つまり、それを式で表すと、x-1 合同0かまたは x 足す1合同0ということが言えますねということです。まとめますと、x 合同プラスマイナス1モード17と書けることになります。で、こちらのね、余りの部分ですけれども、17よりも小さい正の整数で表すということであれば、このマイナス1は17で割って1足りない数ですから、x 合同1カンマ16モード17というふうに表すことができるということですね。はい。で、この回答をちょっともう一度振り返ってみますと、キーポイントは何だと思います？これは0なんですよね。因数分解を使って方程式を解くときと同じ考え方で、まずは片方の右辺ですね。右辺を0にするように式変形する。等式変形する。というのが基本になってくるわけです。ね。そして0にしたということは、それはモード17であれば、17の倍数ですよね、左辺が。17の倍数になるということなので、このように書き換えることができると。書き表すことができるということですね。はい。では2番いきましょう。やっぱりこちらも同じように考えていくんですけれども、もうすでにね、これ0ができてます。ね。じゃあ左辺を因数分解すればよいのか。ということなんですけれども、これね、残念ながら因数分解できませんよね。どうしようということなんですが、ここがね、合同方程式特有の式変形します。どういうことかというと、モード11なんで、これは11の倍数をこの式に足したり引いたりしても、あまりは変わらないんですよね。ということで、11引いてやるわけです。ですから、これを11で割った余りも、これを11で割った余りも同じですよ。ということで、x2 乗引く9と余りが同じ。で、x2 乗引く9だったらこれは、ね、因数分解できますね。はい。ということで、ちょっと手間を省くために、モード11とすると。ね、ここに書いておきましょう。そうすると、はい、まずは x2 乗プラス2は、x2 乗引く9合同0と書き換えることができます。そして左辺を因数分解して、先ほどと同じ理論ですよ。ね、11、これは素数ですから、ね、x-3×x プラス3が11で割り切れるためには、この x-3 か x プラス3のどちらか、少なくとも一方が11の倍数でなければいけない。ということですね。したがって、
x-3 合同0か、または x プラス3合同0である。ということで、x 合同プラスマイナス3モード11と、求めることができます。そして先ほどと同じように、このマイナス3の部分ですね。マイナス3ということは11で割って3足りない数ということですから、絶対値が11より小さくなるように、そして正の数であるように、正の数であるように、気をつけて、3と8と、いうことになります。では、括弧3番ですね。括弧3番、これ、括弧1番とほとんど同じですね。じゃあ、括弧1番の回答を見ながら答えを導けばよいのかなということで、まずはこちらですね。両辺から1引いてますよね。両辺から1を引きましょう。次に何やってるかっていうと、因数分解をしてます。そして、0と合同であるということは、すなわち x-1×x プラス1は、39の倍数ということですね。こちらだと17の倍数。で、次に何を言ったかというと、17は素数なので、従って39は素数ではないんですよね。だから、括弧1と同じように解いていっても、もうここでストップしちゃうわけです。実際この先続けたとしてもですね、これ39は 3×13 なので、このように表すことができないんですね。確かに x-1 が39の倍数、または x たす1が39の倍数であれば、この合同式は成り立つんですけれども、例えば x-1 は13では割れないけれども、3では割れる数。そして x たす1は3では割れませんが、13では割れる。という場合でも、この合同方程式は成立するわけです。そのパターンがここに入ってこないんですよね。ですから、別の対応を考えなければいけないなということになります。ということで、この39、素数でない場合はどうしようかということなんですよね。で、この式なんですけれども、言葉で言い換えると、x2 乗という数は39で割ると1余るという言い方ができますよね。で、この39で割ると1余るってことは、1引いてやればそれは割り切れるということですね。で、例えば、ある整数が6の倍数だとします。ってことは、その整数は2でも割れるし、3でも割れますよね。で、逆に、2でも割れるし、3でも割れるってことは、その数は6の倍数だと言ってもいいですよね。ということなので、39は 3×13 ですから、x2 乗 -1 は3で割り切れるはずだし、そして13でも割り切れる。逆に言うと、x2 乗 -1 が3で割り切れて、なおかつ13で割り切れるということであれば、それは39で割り切れるということなんだと。そして、この x2 乗 -1 は3で割り切れるということは、上の段の今度は右から左に行く考え方ですね。つまり、x2 乗は3で割ると1余ると。この上側の部分は言い換えることができますよね。そして、下の部分であれば、今度は x2 乗は13で割ると1余るというふうに言い換えることができるということで、結局、この x2 乗が39で割ると1余るということは、3で割ると1余り、かつ13で割ると1余る。この条件を考えれば良いんだということが言えるわけですね。したがって、これ x2 乗合同1、これですが、モード39であれば、こちらの合同方程式が連立されているものですね。この2つの合同方程式を同時に満たすような x を考えてやればよいと。で、それぞれのね、合同方程式、これはすぐ解けますね。だって、こちらね、素数が来てますから。それこそ、括弧1番と同じように解けるわけです。したがって、それぞれ解いてやると、このようになりますよね。x 合同プラスマイナス1でモード3。それから
x 合同プラスマイナス1でモード13ということです。では、この2つの合同方程式を満たすような x を考えていきましょう。大きい、割る数が大きい方から手をつけた方が、場合分けが少なくて済みますね。なので、39までの0以上の整数で、13、ね、13で割ると、1余るか1足りない整数。そういう整数をまずは数え上げようということですね。そうしますと、はい、このように出てきますね。1、これ13で割ると1余りますよね。12、13で割ると1足りない。このマイナス1の方ですね。ということで、14、25、27、38と、全部で6個出てきます。ね。そしてこの中から今度はさらに、3で割ると1余るか1足りない整数。まあ、つまり3の倍数を除いてやれば良いということですね。そうすると該当するのがこの4つです。1、14、25、38ということがわかります。この4つに限って言えば、この2つの合同方程式、両方とも満たしますので、最初の問題の式、x2 乗合同1、モード39も満たしますよということですね。したがって答えはこのようになります。例の7番です。今度は不定方程式を解くときに合同式を利用しましょうということなんですけれども、これね、よく見ると、この341とか424とか、なかなか大きい数が来てますよね。こういう大きい係数、あるいは定数項が来たときに、合同式は有効になってきます。で、合同式を使う例の7の解法に入る前に、パート1で説明した例の4番、こちらの方をちょっと思い返してみてください。こちらは、この合同式を、こちら不定方程式に書き換えたんですよね。5x-2 が7の倍数である。こちらの赤い枠の定義の式を使って、こちらの合同式からこの赤い枠の方に書き換えたという内容でしたよね。はい。ということで、これ、合同式を使いたいわけですね。どのようにしてやるかというと、まずはね、このように変形しますね。両辺から 17x と341を引いてやります。そうすると、このようになりますよね。で、これはどういうことかっていうと、はい、こちらの定義式を思い返してください。こちらの整数からこちらの整数を引くと、17の倍数になるよと言っているんですね、これ。なので、43y と341はモード17で合同であるということが言えるわけです。x と y は整数ですから。ということで、43y 合同341モード17が言えるということになります。この書き換えになりましょうね。はい。そして次にやることは何かっていうと、この43とか341とかね、今17で割った余りだけ問題にしたいので、小さくできますよね。はい、43y であれば、34y プラス 9y。34y というのはこれはもう17で割れますからね。今余りを考えたいので、9y だけね、考えてやればよい。341であれば17が20個入ってます。ねなので、1、この1の部分だけ、残してやればよいということで、はい、こちら 9y 合同1と、ねだいぶすっきりしましたよね。で、この後どうするかなんですよね。y の係数が1になるように、この式をうまいこと変形したいんだということなんです。こちらね、やっぱり気をつけなきゃいけないのはやっぱり17ですね。17、これに17を足したりとか、ね、そういうことはできるわけですね。17y を加えて 26y にするとか、そういうことはできるわけですよね。まあでも 26y ではうまくいかないですけどね。じゃあどうしようかということで、18、ね、17と18だったら、
差が1ですよね。18をどうやって作るのか。2倍ですよね。9y を2倍してやればよい。ということで、丸2の式は 18y 合同2というふうに書き換えられます。で、この 18y というのは 17y を含んでますから。ね、今17で割った余りを問題にしてますので、18y は、ね、合同 y、つまり、18y を17で割った余りも、y を17で割った余りも同じであるということで、はい、18y のところに y を代わりに置いてやることができるということですね。はい、これで y が2と合同であるという結果が出てきます。はい、ここでまたですね、これを意味を戻してやりますね。y はつまり 17k プラス2のことですよねと戻すんです。はい、そしたら今度は x を考えなければいけません。はい、どのようにするかというと、もうここからはね、もう代入して求めていくだけですよ。はい、丸1に代入しますよ。こちらの式ですね。43y のこの y のところ、ね。この y のところにの、この括弧のところに、さっき求めた 17k プラス2、これを代入します。で、展開して計算しますね。そうすると、こういうふうになりますね。はい。で、これ両辺実は17で割り切れます。割ると、こういうふうになるんですね。マイナス 43k プラス15ということですね。はい。したがって、これで x と y も同じ k、整数 k で表すことができましたね。ということで答えはこのようになりますねということです。はい。では、括弧2番です。括弧1番と同じようにできますね。はい。まずは、これ 29y をね、今度は右側に持ってきてますね。結局、x の項か y の項かどっちかを右側に持ってくるんですが、ねそうすると、これ、先ほどと同じように、こういうふうに書き換えられるんですね。で、これ、さっきは x を右側に持ってきたのに、今度は y を右側に持ってきた。これは気まぐれだと思いますか？これはね、ちゃんと理由があるんです。なんでかというと、こちら、モドのところに来る数、ね。これが、いわゆる割る数になりますよね。で、割る数は小さい方が、こちらの係数も小さくできるじゃないですか。だって 93x だったら、これは29がね、3個入ってます。ね、だから 29×3x ということで、プラス 6x ですから、結局、この割り切れる部分はね、余りが0なので無視してよい。削っちゃっていいということで、6x だけを考えればよい。同じように、ね、424であれば、これも29がいくつ入るか計算してやると、14個入ってて、で、この部分はだからもう余りが0なんで、削ってよい。つまり、18だけを考えればよいと。ね、だいぶ小さくなりましてね。こういうふうに小さくしたいんで、最初に右側に持ってくるのは、係数の絶対値が小さい方ということになります。はい。したがって、こちらですね。緑と青のところに該当するものをそれぞれ入れてやればいいですね。はい。6x 合同18。これが成り立ちます。はい。で、x を求めますが、これね、やりましたね。6と29。これは互いに素ですから、丸2の両辺を6で割ってやっていいんですね。もちろん、モド29ですよ。ね。はい、そうすると、x は 29k プラス3と表すことができる。はい、あとはね、また同じ手順を踏むだけですね。丸1番の式に代入します。今度は x のところに 29k プラス3を代入して、ちょっと数が大きくて計算がね、めんどくさいんですけれども、しっかりやりましょう。はい、そうすると、こちら y は 93k-5 と出てきます。はい、これで x と y が出ましたので、答えにまとめておしまいということですね。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。